こんにちは、メイです。今回は壁掛け家具と床置き家具を使って新家具っぽく見える家具の組み合わせ5選をご紹介いたします。作り方と使用例付きなのでぜひ最後まで見ていってくださいね。1つ目は背もたれのついた椅子です。何の家具を組み合わせているかというと、アイアンウッドチェアとセントラルヒーティングです。作り方は簡単で、セントラルヒーティングの前にアイアンウッドチェアを置くだけ。背もたれがやけどレベルの厚い椅子ができましたね。この椅子の欠点としては暑いし壁から離れられないのですが、暑いのは電源オフでなんとかなりますのでギリ OK です。使用例です。この動画の使用例すべての部屋は 6×6 マスなので、住民用の部屋などの参考にも使えるようにしました。厚い椅子を使った部屋はミニマルな雰囲気のカフェです。カフェなら椅子が窓際にあったとしても違和感がありませんね。部屋全体のレイアウトは上から見るとこんな感じになっています。右側で使用した家具はカフェテーブル S、月餅、アイスコーヒー、スチールの仕切りカウンター L、レザーのハンドバッグ、島とねりこ、額入りのポスターと新家具っぽく見える椅子です。左側はケーキのショーケース、レジカウンター、ガラスジャー、スチールの仕切りカウンター H、エスプレッソマシン、タブレット、食器、フレームキッチン、シンプルなシェードランプです。壁紙はウェーブタイルの壁、白い窓辺の壁、床はコンクリートの床です。ポスターはすべてあさみさんからもらったデザインです。ぜひ厚い椅子を使ってみてくださいね。2つ目は大きな扉です。この板はわかるけど、この取っ手の部分何？と思われた方もいると思います。ほとんど見えないのですが、チラ見えしていますね。答えはクライミングウォールとアイアンウォールラックです。クライミングウォールを壁側に向けてアイアンウォールラックが取っ手の位置になるように取り付けています。大きな宴会場や結婚式会場、普通のお部屋など、汎用性はなかなか高めかと思います。この家具のいいところは、カラーバリエーションが豊富な点ですね。ピンクにしたらウェディングな家具とも相性がいいでしょうし、可愛い系にも合います。赤っぽい色が入るので少し使う場所が限られますが、ガレージやスポーツ系のかっこいい家作りに。重厚感のある色合いなので、ラグジュアリーなお部屋作りや高級マンションやホテルのエントランスなどに使えます。使用例です。シンプルに木のぬくもりを感じるお部屋にしました。最近は背の高い室内ドアが流行っているので、その流行りに便乗した感じですね。大きな窓のついたキッチンダイニングです。レイアウトはこんな感じになっています。超シンプルなのでアレンジもしやすくなっています。使用した家具は蓄光ウォールステッカー、竹のスツール、木製仕切りカウンター H、フレームキッチン、キッチンの吊るし、フレンチドア冷蔵庫、アイアンクロック、アイアンウォールランプ、湯飲み、雑誌、カントリーな椅子、アイアンウッドチェア、苔玉です。あとは新家具に見えるドアですね。この部屋主はブロッコリーなので大きなドアは重くて開けられないかもしれません。マイデザインを使わないドアなので枠の節約をしたい方にもおすすめのドアです。3つ目はキャビネットです。仕切りカウンターに取っ手をつけてキャビネットにしました。中に潜んでいるのは両面ウォールクロックです。ちょうどいいくらいにクロック部分がカウンターから飛び出てくるのを利用しています。私の過去動画を見てくださっている方ならもうご存知かもしれませんね。作り方は簡単で、仕切りカウンターの後ろに両面ウォールクロックを置くだけです。注意点としてはいい感じに取っ手同士の間が開けられないので、クロック1つにつきカウンターは2つ必要です。カラーバリエーションはたくさんあって、仕切りカウンターとクロックの色の分だけ組み合わせがあります。カラーバリの数の計算は各自でお願いいたします。お部屋の雰囲気に合わせて作れるので自由度高めですね。さらにこの取っ手は変更ができます。カウンターの上の方についている薄い取っ手ですね。私の動画で何度も取り入れてきたものですが、せっかくなので一緒に紹介しちゃいます。カウンターの後ろに何が隠れているかというと、壁掛けのスポットライトが隠れています。
この取っ手のいいところはカウンターごとに空張りがあること以外に光が出ているところですね。真っ暗にしすぎると丸の形が分かりやすくなってしまうので、ある程度の調整は必要ですが、足元間接照明としても使えます。使用例です。キッチンカップボードやランドリールームの収納として使っています。レイアウトはこんな感じです。住民がきちんと生活するにはもってこいな部屋で、料理、洗濯、くつろぎまではできます。トイレやバスはないですが、それは銭湯行ってくれって感じの生活ができますね。使用した家具は蓄光ウォールステッカー、だらしないソファー、ラタンのサイドテーブル、大理石の仕切りカウンター L と H、多肉植物、ラタンのカゴ、ドラム式洗濯機、アイロン、服の山、シェフレラ、シンプルな柱、仕切り壁、アイランドキッチン、ヴィンテージなスツール、パウンドケーキ、陶器のジャグ、フレンチドア冷蔵庫、ノルディックなペンダントライト、壁掛けテレビです。壁紙は白いシンプルクロス、白いマイデザイン、床はライトヘリボーンの床です。簡単キャビネットは棚を作りたいところに対応できるのと、色の自由度が高いので部屋作り初心者の方にもおすすめです。ちなみに真っ白のマイデザインも一つあるとミニマムな感じが簡単に表現できるので、一つあると集まりの可能性が広がりますよ。4つ目はベッドフレームにクマ耳をつけて可愛くできるだけです。クマ耳の正体は何かというと、タヌキです。ベッドの後ろにタヌキの壁掛け時計をつけているだけです。いろいろと試した結果、ベッドはこの3種類がいい感じにクマ耳感を出してくれます。アイアンウッドベッド、積み木のベッド、だらしないベッドの3つです。横から見ると尻尾が見えて、これもまた可愛いポイントです。積み木ベッドのみカエルベッドみたいにも見えますね。使用例です。クマ耳は可愛いので、今回は子供部屋にしました。ヌックのある子供部屋です。ベッドはだらしないベッドを使い、子供ならではのきちんと整えない感じを出しています。部屋全体のレイアウトはこんな感じです。テーブルと椅子を囲まれたスペースに置くことで集中力アップですね。使用した家具は蓄光ウォールステッカー、マガジンラック L、散らばった紙、仕切り壁、シンプルな柱、カントリーな机、母のペン立て、お勉強セット、コルクボード、ボックスソファー、丸太の壁掛け時計、木製仕切りカウンター L、ラタンのランプ、スターなガーランド、丸太のベンチ、クマのちびちゃん、キッズテント、アイボリーのラウンドマット M です。壁紙は3つ目と同じで白いマイデザイン、白いシンプルクロス、床はライトヘリボーンの床です。クマ住民のお部屋やクマ住民を愛している島主の部屋などにもおすすめのベッドフレームです。ぜひベッドをクマ化してみてくださいね。最後の組み合わせはベッドに新しいヘッドボードを取り付けた例です。マイデザインやあさみさんからもらうデザインが使えるので、割と自由度高めなベッドです。何が組み合わさっているかというと、シンプルなベッドと放浪の看板です。ベッドの頭部分に放浪の看板をくっつけるだけです。放浪看板は既存のバリエーションではベッドにふさわしくないので、パターンかマイデザインから選ぶといいと思います。放浪の看板のデザインはベッドフレームと同じ木っぽいものもいいのですが、ベッドの布部分と同じデザインにした方がより一体感が出ます。デザインを別々にするという上級者テクニックもあるので、好きな組み合わせを楽しんでみてくださいね。使用例です。一人暮らしする大人の女性の部屋というテーマで作りました。ナチュラルな部屋を作った時からバージョンアップさせて少しだけ大人な感じがアップしました。こんな感じのレイアウトになっています。スリッパの部分が半マスしかなくて通れないので、住民の部屋を作るときはスリッパの位置をずらしてあげてくださいね。使った家具はデニムキャップ、オールインワン、ハンガーラック、大きな姿見、木製スツール、匠ライフの植木鉢、スリッパ、裸電球、アイアンウォールラック、額入りのポスター、山鳥足、ラタンのスツール、テーブルランプ、チェックウォールステッカー、白いシンプルマット S、ラタンのソファ、ラタンのサイドテーブル、マグカップ、壁掛けテレビ、ラタンのバスケット、木製仕切りカウンター L、丸型ストーブ、カントリーな椅子、ノートパソコン、緑の菊、エアコン、アイアンワークテーブルです。
壁紙は3、4個目と同じで床はナチュラルなフローリングです。ヘッドボードを変えれるだけのベッドですが、いろんなインテリアと馴染みがいいと思うのでちょい足ししたい方におすすめです。新家具っぽく見えなくもない壁掛け家具と床置きの家具の組み合わせはいかがだったでしょうか。新しい発見があったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。メンバー限定でさらに何個か紹介する動画を次の配信日に出します。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。